皆さん、ハイレゾです。ダイソーのハイレゾイヤホンです。でも、はっきり言ってこの製品はGadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットのなおです。今回はオーディオをテーマにお送りしたいと思います。皆さんも音楽、聴きますよね。音楽を聴くには少なからずガジェットが出てくると思います。スマホや音楽プレイヤー、イヤホンなどがそれです。そしてこのマーク、最近よく見かけませんか？これはダイソーで買い物していたらたまたま見つけたので、思わず買ってしまいました。ハイレゾが500円で買える時代になったんですよ。はじめに伝えておきますが、私はハイレゾ信者でも否定派でもありません。ハイレゾというのはロマンだと思っています。CD 以上の圧倒的情報量を持った音楽。しかし、正しく機材を揃えても、なかなか人間の耳で聞き分けることが難しい。なんとなく、臨場感とか奥行き感とか、どうしてもそんな表現になってしまいますが、良い音に聞こえるかもしれない、そんな世界です。皆さんはハイレゾについてどんな印象を持っていますか？コメントなどいただけたら嬉しいです。さて、今回はそんなロマンあふれるダイソーのハイレゾイヤホンを開封、レビューしていきましょう。今回はこちらです。2種類ありました。価格はどちらも500円です。カラーバリエーションもいくつかありましたね。型番のようなものは見当たりません。パッケージは違いますが、もしかして中身は同じだったりするのでしょうか？まずは外箱からスペックを見ていきましょう。かなり字が細かくて読むのが大変ですが、スペック的にはどちらも同じに見えます。こちらには温かみのあるバランスの良い音、こちらはハイレゾ楽曲を繊細に再現とあります。ワクワクしますね。ドライバーユニットは 10mm のダイナミック型が1機ですね。感度も平均的な値かと思います。続いて周波数帯域ですが、ハイレゾということなので、高音が 40kHz まで出ることになっています。そんな音は人間には聞こえませんけどね。それでは開封します。中身はこんな感じ。あれ、もっと見た目はチープかと思いきや、ハウジングはしっかりアルミ合金です。パッと見500円には見えません。イヤーピースとケーブルはちょっと貧相に見えます。イヤーピースは交換できそうなので、後で変えてみて変化を確認したいですね。ケーブル長はスペック通り 1.2 メートル、端子は4極 3.5mm のミニジャックです。私は 3.5mm を選びましたが、タイプ C のものも売り場にありました。ケーブルのアジャスターはついてないですね。マイクがあるのはビデオ会議とか通話を想定しているのでしょうか？ボタンが1つあります。音楽の再生、停止、着信時の受話、中話ができるみたいです。それらの用途にハイレゾがいるのかは疑問ですが、続いて重量です。念のため2回計測しています。誤差かもしれませんが、こちらの方がわずかに重いようです。ハウジングの形状が違うので、そのあたりが影響しているかもしれません。さて、どちらもダイナミックドライバーということなので、一応エイジングをしていきましょう。エイジングとはしばらく鳴らし運転を行うことで、イヤホン内部の振動板が馴染んで音質が安定すると言われています。どちらも20時間ほど行っておきました。さて、再生は PC で行います。DA コンバーターはナイス HCK の NK1MAX を使用します。安くて最大32ビット 384kHz に対応したハイレゾ DAC です。これスマホでも使えて、イヤホンと一緒に持ち歩きもできるので大変重宝します。
興味ある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご確認ください。なお、Windows 11で使用する場合、デフォルトでは低いビットレートになっているため、設定を変更することをお忘れなく。再生ファイルはこちらの3つとしました。チャイコフスキー大序曲1812年24ビット 96kHz、 植松信夫ファイナルファンタジーオーケストラ24ビット 96kHz、 イーグルスホテルカリフォルニア2013年リマスター版24ビット 192kHz。 それではまずハイレゾ音源を繊細に再現してくれるという青い方を聞いていきましょう。続いて温かみのあるバランスの良いベージュ色の方を聞きます。再生する曲は同じものです。では結果です。ここからは私個人の感想ですので、あくまで参考程度にお考えください。まず双葉感ですが、どちらも軽くてハウジングも小さいので耳への負担が少なく、長時間つけていても疲れない印象。全体的な音質ですが、高音がかなり目立ちます。高音のストリングスや金物系のシンバルやハイハットは強めに聞こえます。高音以外は良い意味で味付けのないモニター寄りの音質と感じました。ジャンルを選ばずニュートラルな音質と言えます。音質はどちらの製品もほぼ同じに聞こえました。わずかではありますが、温かみのある方が若干中低音付近が太めに聞こえました。続いてハイレゾならではの改造感、臨場感ですが、これについてはあまり実感はありませんでした。スペック通り高音域が強めであるのは確かですが、これがハイレゾなのかと言われるとちょっと疑問です。ちなみにイヤーピースをウレタンフォームのものに変えてみたところ、耳にフィットするためノイズが減り中低音がより豊かに聞こえます。でもこれは製品の音質とは関係なくイヤーピースの特性なので当たり前の結果なのですが、まとめるとオーディオに寄せるのであればマイクやボタンをなしにして音響に寄せるべきですし、テレビ会議や通話に特化するのであればハイレゾは不要でボリュームやミュートなどの機能を充実させた方が良いのではないかなと感じました。極端に音が悪いとか致命的な問題はないのですが、製品のコンセプトがどっちつかずの印象です。急場をしのぐテレビ会議用のイヤホンならもっと安いもので良いですし、音楽を聴くなら音響メーカーの低価格イヤホンを探した方が良いと思います。ハイレゾマークがあるからといって安易に飛びつくのは要注意ですね。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。